こんにちは、折り紙トラベルです。今回は自然、歴史、グルメがぎゅっと詰まった火の国熊本県を紹介します。壮大な熊本城や息を飲むような阿蘇山の大自然など、魅力満載のスポットを巡っていきます。旅の参考になる情報もたっぷりお届けいたしますので、ぜひ最後までお楽しみください。まず最初は阿蘇市にある阿蘇神社。なんと2000年以上の歴史を誇る由緒正しい神社で、阿蘇火山の神様、阿蘇大明神をお祭りしています。特に印象的なのが楼門と拝殿。九州随一の規模を誇る立派な楼門は、一度見たら忘れられない迫力です。地元の方からも縁結びのパワースポットとして親しまれていて、観光客にも人気のスポットなんですよ。阿蘇神社の境内にあるこちらは高砂の松。結婚式には欠かせない両曲。高砂やこの裏船にで始まるあまりにも有名な洋曲。高砂に登場するこれが伝説の松です。2本の松が仲良く寄り添うように生えていて、古くから夫婦円満や縁結びの象徴とされてきました。この松の周りをカップルで一緒に回ると、末永く幸せになれるという言い伝えの、恋愛成就を願う方には、ぜひ立ち寄っていただきたいパワースポットです。阿蘇神社の鳥居を出てすぐのところにあるのが、こちらの神の泉。古くから神聖な湧き水として知られ、地元の方々に大切に守られてきた場所です。透明度の高い水は冷たく、手を浸すと心まで浄化されるような感覚に。旅の途中、ひとときの癒しを感じられる隠れたパワースポットです。阿蘇の自然を満喫したいなら、ここ、ガンジー牧場も外せません。イギリス原産の珍しいガンジー牛が飼育されていて、そのミルクはとっても濃厚でクリーミー。新鮮なソフトクリームやヨーグルトも味わえます。のんびりした雰囲気の中で、自然と癒しに包まれるひとときをどうぞ。今回の宿泊先は、風情あふれる憧れの黒川温泉お宿西湯さ。木のぬくもりを感じるお部屋や、趣ある露天風呂など、魅力たっぷりのお宿ですが、魅力については別の動画でじっくりと紹介しています。興味のある方は、ぜひそちらの動画もチェックしてくださいね。阿蘇2日目、山並ハイウェイです。阿蘇と大分福住を結ぶ全長約 58km の絶景ドライブルートです。阿蘇九十国立公園の中を走るこの道は、日本一美しいドライブロードとも称されるほどの人気スポット。走るだけで心が洗われるような景色がずっと続いています。今日はあいにくの曇り空ですが、見渡す限りの草原と連なる山々が織りなす風景は、まさに大自然のスケール。四季折々で景色が変わり、特に秋のすすきや春の新緑は必見です。道中は広がる草原に放牧された牛や馬の姿が見え、走っているだけで自然と心が解きほぐされるような、そんな時間を与えてくれる道です。車窓からの風景を楽しみながら、ゆったりと阿蘇の大自然を感じてみてください。Every glance,
阿蘇の大草原の中に広がる、まるで西部劇のような景色。ここはエル・タティオ牧場。阿蘇の自然を馬と一緒に楽しめる本格的な乗馬体験スポットです。牧場内にはロッジも併設されていて、宿泊も可能。こちらはゲージ内の子豚と、その周囲をうろうろと歩き回るワンちゃん。なんだか仲良しに見えるこの風景ですが、係の方のお話によると、実はワンちゃん、本気で子豚を食べたがってるんですとのこと。自然界の本能はやっぱり侮れませんね。一見可愛らしい風景の中にも、動物たちのリアルな一面を垣間見ることができました。阿蘇の自然の恵みがギュッと詰まった阿蘇天然アイス。地元産のミルクやフルーツを使った優しい甘さとすっきりとした後味が特徴です。ドライブの休憩にぴったりのご褒美スイーツです。阿蘇観光のクライマックスとも言える阿蘇中岳の火口へ向かいます。登り始めてすぐのところで牛が放牧されていました。阿蘇火口の観光拠点となるのが、こちらの阿蘇山上ターミナル。駐車場や売店、火口情報の案内所などが揃っていて、火口見学の前後に立ち寄るのにぴったりなスポットです。阿蘇の火山活動に関する展示や映像を通して、地形や自然の仕組みを学ぶこともできます。ここでしか買えない限定商品も見どころの一つ。火口状況の情報もリアルタイムで提供されているので、安全に観光を楽しむための大事な拠点です。1000円を払い、火口近くの駐車場へ登っていきます。ここは現在も活動を続ける活火山で、日本でも数少ない火口のすぐそばまで行ける貴重なスポットです。天候や火山活動の状況によっては立ち入り制限がかかることもあるため、訪れる前には情報チェックが必要です。火口湖へと向かう途中には避難シェルターのような施設が点在しており、それを見たとき、ここは本物の火山なんだと実感し、一層の緊張感が走りました。火口からは白い噴煙が立ち上がり、今日はタイミングよく美しいエメラルドグリーンの火口湖を見ることができました。この火口湖には意外にも50度から60度の弱酸性の湯が溜まっています。一見すると温泉のようで触れそうと思ってしまいますが、実際には火山ガスの影響もあり、近づくのはとっても危険。自然の美しさと同時に厳しさを感じさせる場所です。火口湖のエメラルドグリーンの色合いはまさに自然の脅威。その神秘的な輝きは思わず息を飲むほどです。周囲には火山岩や荒涼とした大地が広がり、まるで地球の内部を覗き込んでいるような迫力満点の景色が続きます。阿蘇の南東谷に位置する名水の里、白川水源です。ここは熊本市を流れる白川の源流にあたり、毎分60トンもの水が絶え間なく湧き出している、日本でも有数の遊水地です。水温は年間を通して約14度とひんやりしており、暑い季節には特に癒される清涼感があります。
境内には白河吉見神社も併設されており、水の神様を祀るこの場所は、パワースポットとしても親しまれています。静かで神秘的な雰囲気の中、湧き水の音と緑に包まれながら、阿蘇の自然の恵みに感謝するひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。水の透明度は驚くほどで、水床の砂がふわふわと舞い上がる様子が目でも楽しめます。お昼ご飯は阿蘇高森町にある人気店ラクダ山でいただくことにしました。秘伝のタレに漬け込んだ地鶏を炭火で焼きながら楽しむスタイルです。今回は他の鶏肉が売り切れていたため、親鶏のセットを注文。炭火の香ばしさと地鶏の旨味がしっかり感じられました。親鶏のファンも多いのですが、私たちのような顎の弱い小食の夫婦にはちょっとハードルが高かったかも。ハサミで細かく切っていただけるのですが、歯ごたえのあるお肉よりも柔らかいお肉を希望される方は別の部位がおすすめです。阿蘇の旅の一コマに、ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。阿蘇の絶景を一望できる人気スポット、道の駅、阿蘇坊の里釘野にやってきました。地元の新鮮野菜や加工品が並ぶ物産館、阿蘇名物、赤牛が味わえるレストラン。天気のいい日は、デッキから眺める阿蘇の山々に思わず深呼吸したくなるほど。阿蘇観光の途中に、ぜひ立ち寄ってリフレッシュしてみてくださいね。肥後街道南阿蘇温泉癒しの里です。こちらでは日帰りで源泉かけ流しの温泉を楽しむことができます。泉質はナトリウム、マグネシウム、硫酸塩泉で肌に優しく美人の湯としても知られています。充実ある貸切風呂は毎回お湯を入れ替えているため、いつでも新鮮なお湯を楽しめます。営業時間は12時から19時まで、土日祝日は20時まで、大浴場大人500円から、貸切風呂は2000円から利用可能です。阿蘇観光の合間に、ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。今日の宿泊先はザ・プラッサの熊本。詳しい内容は別動画で公開しているので、ぜひそちらの動画もチェックしてみてくださいね。熊本城にやってきました。兵庫県の姫路城、愛知県の名古屋城と並び、日本三名城の一つとして知られている名城です。1607年に加藤清正公によって築かれ、壮麗な天守閣と堅牢な石垣はまさに圧巻。
2016年の熊本地震で大きな被害を受けましたが、現在は修復が進み、復興のシンボルとして多くの人々を迎えています。天守閣内には歴史資料や模型が展示され、加藤清正が生涯や、かつての熊本の城下町の様子を学ぶことができます。特に見どころなのが、武者返しと呼ばれる反り返った石垣。敵の侵入を防ぐための工夫で、日本の城造りの知恵と技術の結晶です。どの角度から見ても美しい熊本城。実際に歩いてみると、そのスケールと迫力に圧倒されます。園内には上り坂が多いので、足の不自由な方には電動アシスト付きの車椅子を無料で貸し出しています。安心して散策を楽しめるようになっていますのでご利用ください。震災で崩れた石垣。地震の凄さを物語っています。田崎市場内にある魚吉さんで昼食。鮮魚仲卸直営の食堂として、地元の人々や観光客に親しまれています。アジフライ定食と、煮魚と刺身の定食をいただきました。熊本市南区江淵町の静かな住宅街に、ひっそりと佇むケーキ店、ラビーニ。店名のラビーニは、フランス語で、ぶどうの木を意味し、地域に根を張り、長く愛される店にしたい、という思いが込められているそうです。店主の山下さんは、フランス菓子店やホテル、観光農園併設のカフェでの経験を得て、23年のキャリアを持つパティシエ。ショーケースには、旬のフルーツをふんだんに使ったタルトや、甘さ控えめのカスタードが詰まったシュークリーム、パリッとしたチョコが特徴のエクレアなど、見た目にも美しいスイーツがあります。店内にはイートインスペースがあり、こだわりのコーヒーやぶどうジュースとともにスイーツを楽しむことができます。本物の味を知ってほしいという思いから、熊本県産の小麦粉や米粉、国産の発酵バター、生クリームを使用し、すべて手作りで提供されています。熊本の隠れた名店、ラッピーニで、心温まるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。全部とっても美味しく、中でもシュークリームはお世辞抜きで過去一番美味しかったです。熊本県宇土市の海沿いに広がる住吉海岸公園にやってきました。ここは有明海の干満さを生かした幻想的な景色が楽しめるスポットとして知られています。特に有名なのが長べた海床路。干潮時には海の中からまっすぐに伸びる道と電柱が現れ、まるで海の上を歩いているかのような不思議な光景が広がります。公園内には海藻テーマパークにしたセレクトショップ、おかげさまの場もあります。ここでは海藻を使ったスイーツやドリンクが楽しめ、ヘルシーで美味しいと評判です。今日も昨日同様、ザ・ブラサム熊本に宿泊です。昨日よりワンランク上の部屋にしてみました。動画内で比較してますのでご覧ください。
熊本市動植物園にやってきました。約24ヘクタールの広大な敷地には、約120種類、何百頭以上の動物たちが暮らしていて、象やキリン、レッサーパンダなど、人気の動物にも会えます。市街地からアクセスも良く、入園料も大人500円とリーズナブル。ほっこり癒しの時間を過ごしてみませんか？園内の管理事務所には無料で借りられるレンタサイクルがあります。こちらで自転車を借りて、すぐ近くの江津湖サイクリングロードを走ってきました。自然の中を走れてとても気持ちよかったです。お昼ご飯はお食事処竹下さんでいただくことに。50年以上地元で愛され続けている老舗の定食屋さんです。東京で修行を積んだ息子さんが店を継いでいます。店内はカウンター席とテーブル席があり、昭和の雰囲気が漂う落ち着いた空間。竹下 B ランチをいただきました。水前寺行女園です。江戸時代初期、細川家の初代藩主、細川忠俊公によって築かれたこの庭園は、約400年の歴史を誇る自然回遊式の日本庭園です。庭の中心には富士山を模した竹材や、清らかな水をたたえる大池が広がり、まるで一幅絵のような美しさ。湧き水は水前寺の名の由来ともなっており、今なお阿蘇の伏流水が湧き続ける清らかな名水として知られています。園内には細川家の歴代藩主を祀る泉神社、茶室、古今伝龍馬など、歴史的建造物も点在。四季折々の風景が楽しめ、春は桜、秋はもみじと、訪れるたびに違う表情を見せてくれます。静かに流れる時の中、熊本の歴史と自然の調和を感じられる癒しの場所。街中にありながらも心がすっと落ち着くこの空間を、ぜひゆっくりと歩いて体感してみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。熊本の魅力、少しでも感じていただけたでしょうか。これからも全国の観光地やグルメ、自然の素晴らしさをどんどん紹介していきますので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんの行ってみたい場所や感想もぜひ教えてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。